たまたま速くなったんですか？速くはなんで、これは上げた時点で速くなった、重心をですね、そうこれはまだちょっと未完成なものだ。これ未完成なんですね。未完成だから言えないですよなるほど。多分ね、真似してもね、多分同じことにならないと思うんですよね。で今なんでそういう感触になったのかを今いろいろ試して実証要はマルチリンクじゃない足ではい同じようなパワーバランスにならないかっていうのを言います。だからこの足のまんまでっていうのは、この足ってさ、考え方によってはさ、ここの度で同じようにすれば作れちゃうんですよね。この今までのナックルで基本的にそれやっちゃいけないと思うんだけど、やったとすればどこから持ってきたら一番変わるかっていうのはできるわけなんで、踏んでトラクションがかかる、かかって止まる車、横に止まる車、止まった後に進む。こういう風になっちゃうと、やっぱりこう戻る時間が遅いとさ、元の姿勢に戻るのが遅いと、ワンとかって踏み替えるとズリっていっちゃうんですよ。オフの時にオフとオンとのこのタイミングによってはこれがちょっと動いちゃって、で姿勢の時によっては、飛び込みの姿勢によっては2度目踏めなくなる時もあるんですよ。その辺はマルチリンクはないんですよ。その辺がね、安心してコントロール、アクセルのコントロールができる。でもそんなに動き出ないですよね。でもこっち側の足って動き出るじゃないですか。で動き出る状態でそれを味わう場所はどこなんだろうって今見てるんですよ。マルチはこうなって初めてこう引っ張られるから、こういうふうに足が変えられるわけですよね、タイヤがね。これの場合ってさ、こう上下しかできないんで、その状態で同じような場所がないかっていうのを探してる。車高とで車高は低いですね今ね。低くないと、低い方がまだ止まるというね。やっぱり万歳足の方が止まるっていうことになっちゃうのかな。加速をする時も車高低い方が、低くても速くしようとしたのがここですよね。そうですマルチリンクですね。それでマルチリンクの力で止める、そういうことができるから、これはね、ちょっと今ちょっと乗ってもいいんだけど、どんな感じかな。ちょっと組み直してください。ボディが結構重いですね。ボディ重いんですよ。ボディが重いですね。まあこういうロールバーつけたからあと人形乗ってるしって本当ですね。でもそういう中で一般足の中で動くようになればまた面白いから、まあ動くのは確実なんです。ただ同じように走れるかなっていうとね、走れないとつまらないし。電飾とか全部つけるとやっぱ重くなるからでもそれやっぱりリアルを求めるなら全部つけてやっぱりやんないと。そうですね、ある程度の質量はないとやっぱりね、つまらない。この線がねちょっと邪魔なとこで出てくる。なんか今ボディ乗せたら着陸してましたけど、着陸します着陸してました。着陸してます本当に。でオフで浮く感じですか？これが長すぎてですか？ちょっと長くてね、なんていうの、ワンタッチでくっつけるやつあるんじゃない？あれもなかなかいいんだけどね。あれ今作ってるんで、もうちょっとでできるんで。できます？いいですね。あれ欲しいっすよ、本当。今日は
よしよかった。それにそうですだけどなんかな落ちなきゃいいんだよね、家の方に。あ、大丈夫そうです。これ大丈夫ですか？これ着地してますけど。してますね。走ってる、走るともっと下がる。そんなことないですね。踏むと上がりますね。踏むと上がる。踏むと上がる。この間の話ですね。そうですね。はい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 。いや、狭いんですよ。今の状態で。そうだからあとタイヤちょっと新品にしたらエッジをどういうふうにこの間ある程度走れるようになったけど直しちゃったからどうかあれそっかウェブセレクト本当だ、シャーシなんか吸ってないですね。なんでです確かに。これ今何を確認されてるんですか？今メイン出してタイヤタイヤの面出しですね。朝活でねどのぐらい踏めるのかな。なんかちょっとボディが硬い。バンパーが傾いてます。今ので着地してます。ボディ乗せて押したら着地しますよね。もうバンっていきましたね。それで降りて、これをこう下げると、そうそう戻る力ないでしょね。戻る力がない、地面ついてるけど走り出す上がるんですよね。この間のドライブシャフトの効果とアライメントのっていうことです。ちょっと片方になんか倒れてますね。このバーがバーだけなのかな。バーが傾いてる感じがしますね。でも踏めるでしょ。これ同じ足だもん。まあちょっとこれは違うけど、これ普通のショックに変えても変わらないと思う。ただそういうことできる。
違う。結局そのバランス的なものバでランスだね。使う位置でどういう効果になるかっていうところですかね。だから動きは出てますよね。このそうですね。見ててアンダーこんなに出る。ちょっとこれで野さんジャイロをですね、10% ぐらいにしてグリップで走ってみてもらっていいですか。グリップで。はい、ドリフトは多分難しいのでカウンターを自分で当てないといけないので、グリップだったらはい、ゼロ。ゼロですか。あ、ゼロ。ゼロ。いいですね。なんかこれくらいでこれでこうやってグリップで走った時に、車のバランスってジャイロを切ってあげるとバランスがいい車と悪い車って分かりやすいですよね。ああ、なるほどね。はい、フロントとリアのロールセンターが合ってるかっていう話に近いですね。そうですね。だからちゃんと荷重が回らないとフロントタイヤのグリップは使えないし、決めないですよ。持ちよさそうです。小野さんラジコンも上手なんですね。これはジャイロ10%っていう。そうなんですね。ジャイロ10%。ジャイロ10%でも走れちゃいますもんね。じゃあもっと。ジャイロがいいんだからもしかして。いや10%だったらやっぱ10%の分しか効かないはずなんで。これやってみてもらうと分かりやすいと思いますけど、走ってる方にもジャイロを 10% にしてちょっと走ってみてってで言って。もこれカウンター当ててるわ。いやもちろんもちろんもちろんはい、もちろんですよね、はい、ただバランスが悪い車って荷重が一つの塊じゃなくて、前と後ろが別々になってたりするとジャイロの補正がないと走れない。これ一つの塊で車が動きますよね、だからコントロールが間に合うんですけど、もう今後もカウンター自分で切っていく。はい、で使いたいタイヤに荷重が乗っていくじゃないですか、車の。これがバランスが悪いと後ろだけ振り子になって、前のタイヤで転がしていってとかってなるとジャイロがないと走れないですよね。そうですね。今で半分ついてるんですよね。まあこれもうちょっと強くしていくと止まらない車になってくる。キャンバーを強くすると、あ、いや、ショックショックを強くするとですね、強くしていくと、まあ、どこまで持つかな。あ、食ってんだまだ食ってんだ。滑りが、お尻がポーンと出ますよね。アクセルオフの時に。こう伸びるっていうかね。で、これシャーシャー当たってますよね。傾きすぎて。シャリシャリって。はははは。このシャリシャリ、チャキチャキって。これ低いですよ。伸び側でロールしてしまうっていうことですね。そう、伸び側を使って見せてるんですね、今ね。でもこんだけ動いてるのは証明できますよね。そうですね。今まだジャイロ 10% です
本物っぽいよね。そうですね。だからやっぱりジャイロがあんまり介入しない方が本物っぽい動きになりやすいんですけど、結局車としてのバランスが悪いと走れないんですよね。バランスが悪いというか、一つ前と後ろが別々で動くと操作が間に合わないんですかね。こんなできないでしょ普通。今まだジャイロ 10% ですか。もう戻りました。どこに書いてありますか。はい。ジャイロ3チャンネル。3チャンネルプラス10ってなってます。プラス 10%。10% ですか。あれ？僕乾いてんのかな。そうですね。年取ると反応しなくなる。やっぱり。大丈夫です。加藤さんも反応してなかったんで。あ、出た。はい。10% になってますね。まあ、このぐらい走れば。そうですね。これにだからジャイロの介入を入れてあげて、少し安定させてあげたところで走るっていう感じで。ジャイロあんまり効かない方が、朝角は面白いですよ。でもそれもまた一つ。そうですね。触ってみてください。ジャイロ10%のままです。はい。全然いけますね。煙が上がって分かりやすい。車の動きが分かりやすい。難しいっすよ。でも意外と動く車がなんかこの一つの塊で車が動いてくれるので、入ってからのカウンター量がジャイロがない方が自分でやってるからね。やってる感があるんで、気持ちいいですよね。うまくいった時はね。そうですね。やっぱ誰かに邪魔されてる感じがたまにやっぱ出ちゃうんですね、ジャイロが入って。でも小さい円でドリフトしてガーッと踏むのも意外とできますからね。このスピンって本物っぽいですよ。そうですね。やってましたもんね。はい、僕のせいで作ってる感じが。まあ、範疇ですね。コントロール。P1 出れます。いや、まあ、ダメだな。頑張ります。でも、車の、なんていうんですかね、反応が分かりやすいというか。まあ、でも、動く車ほど大変だよね。そうですよね。このバランスになるのが、もう本当こう止まってる時に、やっぱりこう今バックすると、今シャーシが吸ってるんですよね。そうですね。この状態で、でこの状態からアクセルをなんていうんですかね、ホバークラフトが浮いたような感じでなんしたらいいんですかね、これ。これがこの間言われてたそのボクボンとアライメントを喧嘩させるっていうことですよね。こんだけ踏めれば十分でしょう。でも決して遅くないと思いますよ。パーシャルで走ると気持ちいいです。ギャーっていうスピードはもう全然これはノーマル足ですね。止める姿勢を自分でちょっと作ってやらないといけないじゃないですか。やっぱり知ってなきゃダメだよね。
ドリフトのね。入ってしまえば、うんマルチリンクみたいな感じで安定するけど、そうそう。そこに入れるまではちょっとやっぱ最低でもドリフトとサポーターできるぐらいじゃない。はいはいはいギルドさんに来る人みんなやればいいのに。ちっちゃいこういうのがめちゃめちゃ楽しいんです。普通ならここまでするからフリッていっちゃうから。いっちゃいますね。全開で回りたい。あ、できると思います。あ、いい感じだね。こうなりますよね。よくあるね。よくあるっていう。なりますね。いやいや。はい。ありがとうございます。以上でした。ありがとうございます。面白い。ジャイロ10分戻しとかないと次走るとき大丈夫だよ。10分沙織さんに怒られますよ。怒られた。気づかないと思う。ジャイロ10分じゃあ元に戻せば多分くしゃくしゃっていう感じかな。そんなに強くなくてっていうレベルでこれが発生する。この状態でノーマルの取り付け位置にダンパーをしてやったらただこんな感じで高さを取ってあげれば同じように同じようになるんですかね。ダンパー自体はなんかその組み方とかも普通に組んでるだけですか。そうですね。僕は逆に緩めたいかなっていうのもあるんだけど、これは普通のあれです。ビッグボアの普通に組んでるだけ。普通に組んでる。そこが一番難しいんでしょうけどね。いいシャシですよね。いやいやそんだけポンプ走るんだったら十分じゃない。僕の力じゃないんですよこれは。僕は皆さんが求められるところを一生懸命形にしようって言って作ってるだけなんで。でも前はほらあんまり僕であんま弾むのをしないじゃないですか。はいはい。でもこれは動き出すためにフロントはその分軽いなんていうのピッチで、はい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 。でピッチって言っても前が上がるピッチですよね。後ろが沈むっていう感じじゃないですか。車全体がっていうことですね。で前がうーってスピードで上がっちゃうぐらいで、でも自然と戻ってくる、走ってが。ね、フロントあんだけ効かないですよね。多分こっちの方がアンダー出るんじゃないですか。ああそうですね。はいはい。すぐに。踏んだ感触でいくとやっぱりこっちの1号の方がそう前に進む感じがする。そうですね。それがやっぱりマルチリンクのいいところなんですよね。そこをやれないかなと思っていじくったんですよ。なるほど。その結果ここまでちょっと改良しただけ。だからこっちの方がそのなんですかね、ドリフト状態でのアンダーからの本当のアンダーになるところの実写と一緒、ピーキーな感じがしますよね。こっちはそこが自然にオーバーステアに変わっていってくれるんで、ノーマルの車でドリフトして楽しんでる程度。そうですね、近いですよね。ちょっと切れ角はあるけど、実写好きっすよ。意外とこの車が一番面白いと思う。これはボディを1号でこういう感じにならないですかね。なるでしょうね。なりますか。なると思います。なると思います。だからその比較でなんか作れたいですよね。この車。本当ですね。4357。こうやって4357。普通に1号の方はもっと軽いっていうことですか。軽い。だいたいここでギルドさんで走ってる皆さんはだいたいどのくらいですか。21になっちゃうんじゃないですかね。僕は全部弁装とかつけて、ボディもでやり残すことをなくした状態でセットした方がいいよって言ってる。だけど軽く何もついてない人もいますよね。中にね。大体僕が見ると大体皆さん2000から2100とか
あ、ちょうどすごい。4555ちょうど2000ですか。すごい。せっかくだとあと 20g ぐらい乗せて2000 23したいですよね。欲張りっすね。ああ、5446ぐらいなんですね。だから5446、あでも意外とちょっとフロントがああ、そっか。これで変わる、この角度で変わるんでね、うん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 。でもまあこんなもんだね。あ、ごめんなさい、はい。ごめんなさい、バッテリーがなかった。ああ、あ、なるほど。そうですね。この状態でバッテリー入れても1変わらないと思うんですよね。1くらいのレベルにかかるようになってる。大体いつも言われてるのは5445、あ、4555。5555ぐらいって言われてましたよね。そうで今46だったでしょ。はい。ああ、あ、バッテリーが重いんだね。なるほど。2300ですね。5743、あ、なんかバッテリーが乗った分ちょっと後ろに来るんですね。で全てのあれはついてるしね、電気とか。なるほど。これはちょっと重たいのかな、じゃあな。まあホイールもアルミホイールになってたりするからですね。まあそうですね、それもアルミホイールも重たいですよね。でこれとこれそんなに変わらないんですね。そうですね、意外とだからボディ、シャーシはこっちが軽いわけですよね。ボデシャシィがはボディが重い。だからやっぱり重心は上にそうそう、結構来てるっていうことですね。ということは俺もさっき2000って言ったけど、そうですね。だいたい2100ぐらいの方が多い気がしますよね。そうだね。はい、ウェイトなしで普通にメカ乗せてロングのバッテリーで2200かな、150とか、そのぐらいですね。でウェイトとかをちょっと乗せられてたりとか、っていうかこれ2枚張りのボディじゃないからね。オーバーフェンダーしかつけてない。はいはいはい。みんな2枚張りしてるからね。はい、結構そこで食ってると思うんですね。この間もうちで走ってる人が走ってて2150ぐらいでしたね。で今やってるシャーシのLP が全部乗せて950でした。あ、じゃあ915でぐらいで915グラム。止まるっていうのは証明できましたよね。あ、そうですね。軽くてもそう。だから足が速く動けば止まるんですよ。だからふかふかっていう車だとやっぱり止まらない車になってます。荷重を乗せて回して使える人は止めれるけど、使えない人は待ってる操作をしてる人はやっぱりふわふわしてた方が止まる感じがするんですかね。パーンっていったら普通止まらんですよね。その距離はもう圧倒的に短いですよね。だからさっきみたいに踏んでわっていった時に一瞬抜いても、はいはいはい、グリップの方向ですよね、止まるっていうこと。はいはいはい、結局あれですよね、マルチリンクないから、80g ぐらいの違いが出てるのかな。そんくらいはあるでしょうね。だけどこっちがボディがそれ以上に重い。その分が上にちょっとあるっていうことですね。そうでバッテリーはこっちの方が高いですよね。これはそういうことですね。そこまで上がってない。本当だ。でなくても頭重いから同じように。走ってる時の車高が一緒ぐらいですもんね。そう多分そうなんですね。多分一緒ぐらいですよね。そうだ、今日ね、会社の車ね、トラックね、切れてますけど、マグラ完全に切れてた。なんか音がなんかいい音じゃないなと思った。食感になってますけど。